皆様こんにちは。イノーガニック美獣の若子です。今日はですねちょっとチャームポットについてお話ししようと思うのですが、今の状況を何か変えたいんだけど何から変えていいかわからないとか、願いを叶えたいんだけどどう行動したらいいかわからないという方で、そういうお守りを探している方だったりとか、魔女のお守り調合動画はいつも見てるんだけどどうやってオーダーしたらいいかわからないとか、あとは届いたはいいもののどうやって使ったらいいかわからないっていう疑問を持っている方が結構いらっしゃるなというふうに思ったので、ちょっとその辺のお話をしていこうと思います。でチャームポットっていうのは今の状況を変えるために叶えたい願いを心に持ち続けるためのお守りなんですけど、天然石に込められた意味合いとか、あとはハーブに込められた思いをお客様が叶えたい願いに合わせて一つ一つ魔女が選んで調合させていただくっていう一点一点全て手作りで作っているお守りです。で結構よくあるパターンとして叶えたい願いの部分に最近すっごい仕事が忙しくてもう本当にストレスが溜まっているから癒されたい、だけど仕事はバリバリ頑張ってお金も稼ぎたいみたいな感じのご要望をいただくことがあるんですけど、もうすっごい気持ちは分かりますし、もう全部叶えたいっていうその欲張りな気持ちもめちゃくちゃ私も共感なんですが、ただその石のエネルギーがそれぞれ方向性が違うんですよ。例えばストレスがすごく溜まっていて癒されたいとかだと、癒しのヒーリング効果が強い陰のエネルギーを持った天然石たちになるんですね。例えば分かりやすく言うとこういうアクアマリンだったりとか、あとはムーンストーンとかクンツアイト、この辺は結構ヒーリング効果が高い癒しの石というふうに言われています。で逆にこういう石ですね、例えばカーネリアン、目標を達成するための勝利の石だったりとか、あとはタイガーアイ、バリバリお仕事したいとか、サンストーン、自分軸を強めたいとか、こういう力強いエネルギーを持った石たちっていうのは陽のエネルギーなんですね。その癒されたいけど仕事もバリバリ頑張って稼ぎたいみたいな感じになると、陰と陽のエネルギーが相殺されてしまって天然石との意味合い的にちょっと効果が弱まってしまうというか、分かりやすく例えるとしたら、すっごい疲れていてもう癒されたいと思って温泉に浸かってるんだけどバタフライしてるみたいな、またはみんなで野球観戦してすっごい応援したいっていう時に瞑想してるみたいな、なんかその一つ一つの行動は正しいんですけど、それが一緒に重なってしまうとわけわかんなくなってしまうみたいなイメージ伝わりますかね。それだったらお守りを2つ持っていただいて、癒される時は癒しのお守り、稼ぎたい時は行動力のお守りみたいな感じで使い分けていただくのがいいかなというふうに思います。なので結構こうオーダーいただいた時に叶えたい願いとか悩みとか思いみたいなところを備考欄に書いていただくんですけど、お客様の声をリーディングして、多分今は1番が休息だからこういう感じのチャームポットはヒーリング効果の高いものを作ろうなんだけど、これとはまた別にこういう感じで一緒にこう握れるようなにぎにぎ石を入れているので、こういうタンブルはこう行動力高めのポジティブな石にして、で陰と陽で使い分けていただくみたいな感じでお守りを作らせていただいてます。で同じような悩みだったり思いだったりしても、その環境だったりとか書いていただくニュアンスによってやっぱり選ぶ石とかハーブっていうのは変わってきますし、その辺もリーディングして一つ一つ完全オリジナルということでかなり時間をかけてお作りしているので、数量限定で毎月お取り扱いさせていただいております。でオーダーの方法なんですけど、チャームポットをカートに入れていただいて、あとは叶えたい願いとかあと悩みっていうのをより具体的に備考欄に書いていただければ大丈夫です。でその思いっていうのはもうより明確で具体的で詳細であればあるほどより忠実な天然石とかハーブをお選びすることができるんですが、
なんとなくこうもやもやと漠然と頭の中に何かこう叶えたい願いがあるんだけど、それもちょっとぼんやりとしていてまだあまり形にならないんだよねっていう場合は、もうそのままその旨を書いていただければ、そこからリーディングしてお守りを調合させていただくことができます。このお守りって相手を変えることができないんですね。自分が願いを叶えるためにその願いを明確化させてどう行動していくかっていうところなので、例えばずっと気になっている彼が振り向いてくれるように、彼が変わってくれますようにみたいな感じだと、もう相手フォーカスになってしまうので、ちょっとその願いは叶えるのが難しいかなと思います。なので考え方としては、彼の気持ちを振り向かせるために自分がどう変わっていくか。例えばもっと自分の魅力を高めて、もっと自分の引き出しを作って、その魅力を相手に伝えることで彼からアタックしてもらえるような魅力的な自分になりたいみたいな感じで書いていただくと、より現実的に願いは叶いやすいんじゃないかなと思います。なんでそれもわからない方がもしいらっしゃったら、もうぼんやりとでも大丈夫ですし、ざっくりとでもいいのでこう概要を書いていただけると、より願いに沿ったお守りを作らせていただくことができます。でこのチャームポットが届きましたら、置き場所っていうのはやっぱり日常的に目につく場所がおすすめです。願い事って何回も目にして頭にすり込んでいただくことで、どういう風に願いを叶えるために行動しようかっていうところを頭の中で自然と意識づけすることができるようになってくるので、できれば目につくところに置いていただきたいなと思います。お願い事の内容によっては会社のデスクに置いていただいて、お仕事の合間にこう目につくようにしていただいたりとか、なんかこう目的によって置く場所っていうのは変えていただくのがいいかなと思います。例えば癒し系だったら寝室とか、あとは結構家族のお守りとしてもオーダーいただく方が多いので、そういった方はリビングとかに置いていただくのがいいかなと思います。でこのお守りなんですけど、飾るだけではなくって自分の中のモチベーションを高めるために、一緒に同封している魔女からの招待状っていうところから QR コードが読み込めますので、願いを叶えるスピードを上げたいっていう方はぜひそちらの秘密の動画をチェックしてみてください。でその中に浄化方法も一緒に載せてますので、定期的に浄化してあげるとより長くお守りを使っていただくことができます。でもちろんただ飾っていただくだけでも大丈夫です。でこのお守りは月に1回数量限定で販売してますので、気になる方はぜひ概要欄から LINE のお友達登録ができますので、そこからチェックしてみてください。